ついにこの機体を操作する時が来ました。本編ラスボスのオールマインド号なのだ。この機体は近接戦闘では最強クラスなのだ。マースのソイが瞬間移動できて強かったですからね。この機体も同じことできますし、それ強いでしょうね。前工場はいいですから、さっさと武装解説に行くのです。了解なのだ。まずはレーザーがトリングガンなのだ。なんということでしょう。この武骨な機体にマッチした完璧な武装選択です。普通に火力が高いですね。この連射力は癖になっちゃうのだ。次はチャージレーザーなのだ。素晴らしい。2つの機能を1つのユニットに収めるなんてとんでもない技術力です。これも割と痛かった記憶ありますね。そして変形ビームなのだ。なんだこのかっこよさ。こんなものを思いついてしまうとは素晴らしい私。いや、これを作ったのは技研なので、あなたが思いついたわけではないです。まあ細かいことはいいじゃないですか。かっこよければいいのですよ。さらに多様な格闘攻撃があるのだ。これも確かソイの方に原型にありましたね。確かに基本的には元のアヤちゃん号と同じなのだね。でも属性がいい絵になっているのだ。色が変わることでまた新鮮になるということです。さすが黒幕、そういう気配りもできるのか。当然ですね。次はいよいよ第2形態なのだ。お前らまとめてゲーロなのだ。ゲイウと第2形態に変えるのだ。 HP50% 以下です。第2形態になるとこのゲーム最強の格闘攻撃ができるようになるのだ。まあ本当は第2形態に入らなくてもできるけど気分が出るからこれでいいのだ。この機体の格闘マジで強いんですよね。本家のソル超えてますよね。超えてますね。全ての火力が一級品だと思います。ただちょいと当てにくいような気がするのだ。大丈夫です。相手はでかいボスなのでバコバコ当たりますよ。というか AC が小さすぎますね。本当に小さい機体に大きなパワーなのだ。そしてこの機体の特形瞬間移動キュービーもできるのだ。この瞬間だけネクストになれますね。この機体はぶっちゃけネクストより速い気がするのだ。人間なら絶対加速度で死んでますね。完成制御ぐらいありそうですけどね、この世界は。バーワークありますからね。さて武装紹介も終わったので今回も戦っていくのだ。今回の相手はエアちゃん王さんです。同型対決ですよこれ。まあこの機体が相手になることは分かっていました。ちなみに分身出せません。いつまでできないんだか。ちょっといろいろ問題が起こってしまうのだ。まあただ動かすのと問題なく動かすのは天と地ほど違うので。そういうわけではカウント321スタートなのだ。サーセル VS どちらのソルが勝つのでしょうか。もちろんこちらですね。おお、世界幕シンクロ攻撃をしたところでやっていきますかなのだ。偶然の一致です。さて相手のソルのバリーがあるのが厄介ですね。まずはこれを剥がさないと。普通の格闘攻撃じゃ全然剥がれないのだ。射撃を射撃をしようと思ったらスタック走っちゃったのだ。ビームガトリングガンはどうしたのですか。そんな攻撃は最初からボタン配置に入れてないのだ。前半ケセルを動かした時と同じですね。かっこいい攻撃を優先してセットしたら自分の射撃武器をセットする余裕がなくなるので。まあ格闘の方が派手だからいいんじゃね。そうだよ、分かるも低いのだ。理系ボディなんで EA のカットが高いんですよね。そしてまたコーラルミサイルに阻止されたのだ。やっぱミサイル積んでおくべきでしたかね。べきでしたね。ついでにバリアも外さないでおくべきでしたね。防御力がやはり違います。いや本編だと AC との連戦じゃないですか。あまり属性モリモリにするのもどうかなって。これは気配りのできるラスボス。しかしなかなかアヤちゃん号の AP が削れないのだ。格闘が全然バリアに効かないのだ。ビームガトリングガンは結構削れたはずなのですが。持ってきてないですね。ここからレーザーでどこまでいけるか。なんだたったの4000ダメージ差なのだ。まあ結構多いですけどね。もっと期待しちゃうのだ。第2形態になれば格闘分々丸になれるのですが、通常形態の冷確率のソルの方が強いですね。射撃が痛すぎますなのだ。実はもう残り AP6 割です。どうせならさっさと5割まで削ってくれませんかね。格闘全然当たらんや。やはりこれが一番。エアちゃん号を動かした時も結局これ連打だったのだ。まあ相手がこのゲームで一番速い機体ですからね。格闘が当たりにくいのはしょうがない気もしますね。渾身の量でクリスでたったの1000ダメージを。やっぱりこれが一番なのだね。一撃スタッパーなのですか。エアちゃん号でもそうだったのだ。いい格闘が上昇 QD で捨てられちゃうのだ。上昇 QB あると格闘を避けるの楽しそうですよね。実際楽しいのだ。なおボタン割り当てが大渋滞する模様。やはり通常人類には早すぎですね。この機体は AMS ないと性能発揮しきれません。現実世界で AMS が使えるようになるのはいつなのでしょうか。1000年後ぐらいじゃないですか。まあそのぐらいですかね。センサーがないですからね。このままだと永遠にできないですね。何これをかわされただと。いやかわしたというよりただ歩いているだけのような。下方向への判定ガバガバですね。せめて第2形態に移行する前にバリアを少し削っておきたいのだ。格闘コーンを一気に決められるようにしたいですね。これで AP 半分か。てめえらまとめて消えろ
倍割れましたダメージを。くらいなのだ。なんだこの火力。こいつは強いのだ。チャージすれば一発5000近く出るのですね。最初から第2形態で戦うのは良かったですね。 AP 半分でパワーアップするのがいいんじゃないですか。なるほど。しかしこの格闘攻撃がトイングランを中心で殴っているのですね。折れませんか？射撃できなくなっちゃいそうなのだ。すごく硬いんですよ。だから殴っても平気なんです。それにブラインドブレードみたいな変形がかっこいいじゃないですか。その通りなのだ。この腕オーバーのウェポンとして実装してほしいのだね。ボスの武器とか AC で使えるようになったの嬉しいですね。プロム DLC 早く作って。プロムはダスクブラッドにナイトレインに忙しいのです。なきゃ自分で作るしかないですね。仕方ないね。さて実は相手の AP の残り3割です。第2形態に入ってから一気に形勢逆転です。やはりこの格闘は世界を取れるのだ。さっきからあまり当たってないけど。早すぎるんですよねそれ。瞬間移動待ちの対決をどちらの格闘も当たらなくなるので同試合になりやすいです。ミサイルよりも早く動けますからね。それに縦キュービーも相まって全く当たらん。これがネクスト同士の格闘ですか？いやネクストのブレードはこんな誘導ないのでもっと当たらないです。まだ甘えてるのだ。厳しい世界ですね。おりゃー。で攻撃をやろうとしてもソルの移動が早すぎてブレードホーミングが追いついてないのだ。動きを予測しましょう。同じ機体なんですし。暗格闘がすっぽ抜けたのだ。月攻撃なら当たるのでは。やってみるかなのだ。おりゃー。やったのだ。ほうきの先が当たったのだ。すごい火力ですね。これでワンパン圏内ですよ。あとはただ攻めるのみなのだ。ロー連続瞬間移動キュービー。早すぎる。これがホーキンソンの移動ですか？相手もこの機体じゃないと追いつけないのだ。おりゃー。かかんな。最後の7キですよ。おりゃー。おりゃー。チョコザイがこれで終わりなのだ。最後の通常攻撃をしめですか？随分時間かかりましたね。どちらの機体も速すぎるのです。とても他の機体ではついてこれないですね。特に人間が操作している場合は。異形性でもこの機体だけ特殊ですね。ラスボスにふさわしい機体です。今回はオールマインド号を操作してみたのだ。基本は矢の使っているのと同じなのですがところどころ違くて面白かったですね。でも今回のオールマインド号を動かすのは苦労したのだね。私のソルを動かした時と同じではないのですか？それだと動かなくて他のボス操作とはかなり違う方法で動かしているのだ。それをやるために2日間吹っ飛んで悲しいのだ。やだなラスボスなんですから他とは違うに決まってるじゃないですか。なるほど。まあしょうがないですね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価してくれると嬉しいのだ。